ガリュウです。最近ですね、DM とかコメントとかで、このダイソーから新製品出ましたっていう情報をたくさんいただいてたんですが、やっと今日見つけました。これですね。一つてんやでございます。重さのバリエーションがいろいろあってですね、カラーは1種類しかなかったんですけども、こうやって見せましょうか。4号、6号、8号、10号ということで、色はこの赤金、はい、これ1色しか売ってませんでしたが、もしかしたら他にもあるのかもしれませんね。で、この一つてんやって何ぞやという方もいらっしゃると思いますんで、まずは開封してみます。てんやっていうのはですね、この、台形の重り、プリンみたいな形したやつですね。これもう色もプリンっぽいですね、これ。に、てんや針というですね、シャンクの長い針、そしてこのアシストフックみたいなものが1本ついているものと。説明書をこうやって見ますとですね、まさにこんな感じですね。エビの尻尾を切って長い方のシャンクの長い針にギュッとまっすぐ刺してですね、アシストフックを頭の方にかけると。釣り方としては竿を立てて仕掛けを跳ね上げさせゆっくり落下させながら、魚を誘うというような感じになるんですけども、僕も一回やったことあるんですけども、これってですね、この着底時の姿勢がこうほらむちゃくちゃ安定感あるんですよ。この重りの形にも関係してると思うんですけども、はい。こんな感じで上下に上げ下げしながら魚を誘うという。こんな感じで細かいシェイクを入れてみてもいいかもしれませんけども、僕のイメージ的にはこの上下の上げ下げの釣りですね。はい。で、これからちょっと作っていくんですが、ちょっとこのアシストフックというか孫針はいらないんで、ちょっとこれは取っ払ってですね、これでこのコメントに答えてみたいと思います。ちょっと見てください。9時間前って書いてますけども、僕、さっき確認したばっかなんですけども、これに挑戦すると。しかもこのてんやもさっき買ってきたばっかですよ。はい。なので、完全にぶっつけです。失敗したらごめんなさい。ということで、まずはこれ、外国の方々がクールバイスと名前を付けていただきました。このクールバイスでですね、どうですか？愛を挟むしかないのかな、これは。ちょっと分かりにくい。ちょっと拡大しますね。ちょっとこのペンという文字がむちゃくちゃ邪魔なんで、ちょっとお待ちください。はい、着替えました。着替えたというか、後ろ前に来ただけですけども、これで見やすくなったと思います。この愛を、こうかな。はい。まずは足をつけたいので、こういう形で固定するのがいいと思います。はい。そして、これもコメントなんですけども、このゴムテグスを足とかに使えばいいんじゃないかというコメントをいただきましてですね、この一番太いものを買ってまいりました。それはいいんですけども、肝心のコメントがどこにあるのか分かんなくなっちゃってですね、紹介できませんでした。申し訳ございません。で、糸はこのような金色のものを今回使います。ちょっと豪華に。色は全く関係ないんですけども、今回は金色で巻いていきます。まずは下巻きですね。ですね、いつもはこれ引きちぎるんですが、今日はちょっと上品にカットしてみたいと思います。はい。これにですね、足を巻きつけるわけですが、エビの足って割と頭の近くにあるんでですね、頭ってこのシャンクの反対側ですよ。なので、だいたいこんなもん、長さは適当です。これをですね、ちょっとこれ前側に、もう少し前に巻いていきたいので、糸を移動して、ここら辺ですかね、から巻いていきたいと思います。こうやって2つ折りにして束ねて巻くと。
で、基本的には手足はエビって前にパーンって出してるような感じなんで、そのイメージでまずは巻いていきます。こんな感じでいいんじゃないですかね。これは足なんですけども、手はこうパーンって2本こう出した方がいいと思うんで、少しこれよりは長いものを2本つけてみようかと。長さは適当ですね。こんな感じ。ちょっとこれヒゲっぽいですね。一応感覚としては手のつもりで今からつけますが、ヒゲっぽいなこれ。これヒゲにしましょう。急遽これヒゲにしたいと思いますね。なのでまずヒゲをつけて、そのヒゲと足の間にもう一回手をつけるという、ちょっとね、これが台本がないのがわかるでしょう。適当に作ってるのがわかると思いますが、急遽これは、ヒゲということでまずは固定してみたいと思います。ヒゲだ、もう完璧。とはい、やっぱヒゲですよね。いい感じですね。はい、ということでここにですね、チューブがあるんですけど、これお前いつつけたんだって話になるかもしれませんけども、これはですね、フックカバーが最初にチューブとしてついてたんですけども、それ引っこ抜こうとしたら途中で切れちゃったんで、これを巻き込もうと、めんどくさいんで抜くのが、そういう感じでございます。すいません。そうか。はい、ということでこれはナイロンラインの太いやつですね。これで、エビの目玉を作ってみたいと思います。これは前回のシリコンシュリンプの時でも同じ作り方をしたんですけども、これがですね、意外にですね、好評なのかどうか分かりませんけども、海外の方からは、ファンキーな目玉だっていうことでお褒めいただいているのかお叱り受けてるのかよく分かりませんけども、反応があったということですね。はい。これはですね、今ナイロンラインを8の字型って言えばいいんですかね。8ノット、たすき掛けって言った方がいいのかな。たすき掛けで結んでいるところでございます。これはね、カメラの位置から言うとこれ多分分かりにくいと思いますんで、ちょっとこれ終わったら俯瞰の映像を見せようと思います。だいたいこんな感じですね。ちょっと待ってください。はい、こんな感じで真横一文字で、固定しました。これは手ではなく目です。目玉ですね。はい。ということでだいぶいい感じになりましたね。エビっぽくなってきましたよ。はい。あとはホットボンドで、違うわ。手をつけるのを忘れてました。はい。手をつけます。ちょっと長めですね。足よりはちょっと長いのを2本つけてみたいと思います。と、これぐらいです。ひげよりは短く、足よりは長くという。はい。で、この目の下あたりにくくりつけるという、順番がバラバラでですね、ちょっとこれ分かりにくいかもしれませんけども、これ今手をつけている作業でございます。先ほどは目をつけておりますが、今手をつけております。はい。はい。
多分 OK ですね。で、ここでハーフヒッチ、これハーフヒッチ手でやるところの利点はね、この、こういう部分で結びたい時に障害物がいっぱいある時には手の方が便利なんですよね。はい。なので皆さん手でハーフヒッチエンドノットができるようになればいいかと思います。はい。なんかこのゴムテグスいい感じですね。ほらほら、これ水中でどんな風に動くのかわかんないですけども、かなりいいですね。はい。ということで、一応瞬間接着剤で、この後グルーっていうかホットボンドでね、体を作っていくんですけども、その予定なんですけども、お腹側にホットボンドもし塗れなかったらまずいので、とりあえず瞬間接着剤で固めておきます。はい。大丈夫ですね、これで。と。だいたい骨格が出来上がりました。これをグルーガンであとは仕上げていきたいと思います。さて、このクールバイスでですね、これを先ほどまでは仰向けにしてたわけですけども、今度はうつ伏せにさせる、この形にさせるのにどうやってどこの愛をつかめばいいかというとですね、はい、わかりました。このようにペンチがちょっと今までと逆さまですけども、このように押さえてここをバイスでバチッと、これで大丈夫です。使用するグルーですけども、これダイソーで売ってたもので、こういう金のラメの入ったものがあったので、これを買ってきました。あとには、ピンクと、あとは白だったのかな。うちの近所の店ではそういう品揃えでしたので、今回はこの金色を使ってみます。グルガンは、昔買ったのかな。これダイソーで買ったんですかね。ちょっと記憶がないんですけども、使えると思います。というかですね、もうこれぶっつけでやるのにすごい緊張するんですけど、どうなんですかね。はあ、こうやって持っていけば大丈夫ですか？うん。どうなんでしょうか。ちょっとね、こういう感じでグルーを塗っていく分には全然簡単なんですけども、この離す時にこの糸を引くのでですね、これなんとかなんないの、これがすごく嫌ですね。でも普通にトリガー引きながらグルーを塗っていくだけであれば、僕は想像していたよりは簡単ですよね。うん。いいんじゃないですか、これで。はい、お待たせしました。ファンキーな目玉焼きの時間なんですけども、もうちょっとね、テンション上げていきたいんですけど、夜中の3時なんですよね、今。はい。テンション上がりません。大体こんな感じですかね。あとはマジックで足に模様とか目玉とか、ちょっと黒い部分を塗っていきたいと思います。あと背中にマニキュア塗るか。ということで、出来上がりました。エビに見えなくはないですよね。はい。いいんじゃないですか、これで。はい。初めて作ったにしては、いいんじゃないかなと思います。釣れるかどうかは、魚のみぞ知るというですね。作った方には分かりません。はい。ということで、ちょっと今回はですね、思いつきで動画を作ったんですけども、
そもそもこのダイソーでこの一つてんやを見つけて、しかもですね、その数時間前に見つけたコメント、グルーガンでなんとか何かを作ってくれというのと、あと、そのはるか前にもらったんですけども、ゴムテグスは足の関節とかにいいですよということを全部実証してみました。もうむちゃくちゃ疲れた。おやすみなさい。